おっす、いすみ道場樋口です。突然ですが、体の硬い人は上段回し蹴りを回して蹴らなくていいです。今回はこのことについて詳しく解説していきます。このチャンネルでは誰でもわかりやすく上達できる空手の練習方法を配信しています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録と高評価ボタンもお願いします。またメンバーシップもやっていますので、興味がある方はぜひそちらも覗いてみてください。それでは早速やっていきます。上段に限らずですが、下段、中段、上段と回し蹴りという名前がついていますが、あんまり回して蹴る意識はなくていいです。例えば下段にしても、横から回して蹴るわけではなく、足に向かってまっすぐ蹴っていきます。もちろん状況によっては横から回して蹴ることもあるんですけど、基本的にはまっすぐ蹴っていった方がいいです。背側で蹴る場合も、すねで蹴る場合も。横から回す意識だと体がくの字になってしまい、真ん中を崩されやすくなります。中段回し蹴りも横から回して蹴るよりも、まっすぐ上に突き抜けるように蹴った方がいいです。これも状況によっては、上を蹴るふりして回して蹴る場合もありますけど、基本的にはまっすぐ斜めに腕ごと上に振り抜いていった方がいいです。なのでこのヒットポイントよりも上に上がっていくような感じですね。上段も横から回して蹴るような蹴り方だと、体の柔らかい人はできるんですけど、まず体の硬い人はこれはできません。顎に向かってまっすぐ斜めに蹴り上げていけばいいです。こういう風に回し蹴りという名前ではあるんですけれども、回して蹴っていくわけではなく、結果的に円運動になっていくような感じですね。またこういった蹴り方の方が股関節周りと腰の負担が少ないので体を痛めにくいです。特に上段をですね、横から回して綺麗に蹴ろうとすると相当股関節周りが柔らかくないといけないので、僕みたいにヘルニアがあったりとか体が硬かったりとか、あとは壮年部になってから空手を始めて体が硬い人、こういった方はですね、こういう蹴り方を練習しても怪我をするリスクも高いですし、なかなか組手で使えるレベルまでは持っていけないと思います。よくビッグミットを置いて、横からこう綺麗に回すような練習をするんですけど、この練習をいくらやっても体の硬い人は蹴れるようにはなりません。これについては過去の動画で解説しているので、概要欄にリンクを貼ってあるので、ぜひそちらも見てみてください。ちなみに僕の柔軟性はかなり絶望的に硬いです。前もこのぐらいしか倒れませんね。腰もヘルニアと分離症があるので、柔軟で無理をできません。でもこのまっすぐに蹴る蹴り方だったら、体に負担なく上段を蹴ることができます。で、こういうまっすぐの蹴り方を紹介すると、毎回のようにですね、この全然回せてないとか、柔軟ができないのに上段の練習なんかしちゃダメだとか、そういうありがたいお言葉が来るんですけど、そんなこと言ってたら、一生蹴れるようにならないんですよ。今世では間に合わないですね。なので、体の硬い人は、体の硬いなりの蹴り方の練習をしていった方がいいです。その中でですね、無理なく柔軟性っていうのもちゃんと、それに必要な分の柔軟性っていうのは高めていくようにしましょう。怪我をしたら元も子もないですからね。それではここからは蹴り方の詳しい解説をしていきます。さっきのミットでも言ったように、この目標物に向かって横から回して蹴るっていう考えがあんまり良くないんですよ。だからこの回し蹴りっていう名前にとらわれて、回して蹴らなくちゃいけないんだっていうふうに思っちゃう人が多いんですけど、この回して蹴るっていう意識を捨てた方がいいですね。この目標に向かって上段だったら、顎に向かって斜めにまっすぐ上がっていけばいいんですよ。斜めに。さっきの中段回し蹴りと一緒ですよね。中段回し蹴りも回して蹴るわけじゃなくて、この腕ごとですね、斜め上に蹴っていきます。上段も同様に、この顎をですね、上に抜いていけばいいので、斜めに蹴っていけばいいんですよ。体が柔らかくて回せる人でも、こう回して蹴ってはいないですからね。顎に向かってまっすぐ蹴っていって、最後に股関節を入れて、軌道が中に入っていくんですよ。横から大回りでは来ないですからね。なので、この顎に斜めに蹴り上げていく。この時に大事になってくるのが、これも何回も紹介してるんですけど、前蹴上げになります。前蹴上げ。前蹴上げの動きができれば、それを斜めに蹴っていけばいいんですよ。前蹴上げを斜めに蹴っていく。これに膝のスナップをプラスしてあげれば、回し蹴りになります。あとは軸の使い方ですね。
右で蹴る場合は、左の軸をうまく使います。左側の軸で右足を引っ張ってくる。これが股関節周りが柔らかくて、柔軟性だけに頼って蹴ろうとすると、蹴り足主導で回してきちゃうんですよ。これだと当たらないし、威力も出ないです。しっかりこの軸側を使うようにします。で、ここでこの軸を回して足を引っ張ってこようとすると、横回転になって足を回そうとするんですけど、これだと横から回す軌道になっちゃうんですよ。ではなく、斜めに上げていかなきゃいけないので、肩を斜め下に引きます。斜め下に。右で蹴る場合は、左に軸を作って、肩を斜め下に回転させる。そうすると、この蹴り足が斜め上に上がっていきます。さっきの前蹴上げを斜め上の天井に向かって蹴っていくような感じですね。難しければ最初は、こういう風に二度踏みしちゃった方がいいです。踏み込んで蹴る。この方が左に軸を作り、肩を下げながら右足を引っ張りやすいですね。あとはこれにさっきも言ったように膝のスナップをつけてあげる。そうすると、顎に向かってまっすぐ蹴り足が入っていきます。慣れてきたら踏み込まずに、その場で蹴ったり、蹴った後に回転できるようにしましょう。軸がしっかり決まっていないと、蹴った後に回転して戻ってこれません。回して蹴るというよりも、結果的にこの回転軌道がかかるので、回し蹴りになるっていう感じですかね。この横から回して蹴るっていう意識を捨てるだけで、体の硬い人でも結構足が上がるようになります。それではおさらいですね。回し蹴りという名前ですが、あんまりこう横から回してくるような意識はよくありません。下段にしても中段にしても、目標に向かってまっすぐ進んでいきます。上段回し蹴りも同様に、股関節の柔軟性だけで横から回していって蹴るのではなく、顎に向かってまっすぐの軌道で上がっていくようにしましょう。体の柔らかい人はそこからさらに股関節を入れ込んでいくようにすると、より中に入っていきやすいですね。僕はできません。この股関節の柔軟性だけに頼って、蹴り足主導になって横から回すような蹴り方だと、意外と体が柔らかくても上段入らないんですよ。上段で倒す人はほとんどこの軸回転で引っ張ってますね。横から回して蹴るのではなく、軸側で蹴り足を引っ張って目標に向かってまっすぐ蹴っていくようにしましょう。で、この軸の使い方の意識なんですけど、横回転をすると蹴りの方向と足の方向が合わないので、やっぱりこの横から回すような形になってしまいます。腰もくの字に折れてしまいますね。なので、この軸を回すときに肩を斜め下に下げて引いてあげます。そうするとうまく軸が決まり、この骨盤も上に上がってくるので、蹴り足がまっすぐ顎に向かって上がりやすくなります。この動きを使うと、前蹴上げを斜めに蹴ることができます。前蹴上げの軌道で膝のスナップをプラスするだけなので、前蹴上げさえ高く上がれば、股関節周りが硬くても、この蹴り方だと上段を蹴ることができます。よく蹴りの練習をした後に股関節が痛くなったり、腰を痛めてしまったりという方はですね、この蹴り方自体が悪いことがほとんどですので、この股関節や腰に負担のかからない蹴り方っていうのを意識して練習してみてください。特にシニア世代は無理な体の使い方をすると一発で体が壊れますので、この体に負担のない体の使い方っていうのを意識しながら稽古していきましょう。回し蹴りは回して蹴るのではなく、軸を使って足を引っ張ることによって、結果回転軌道になる。結果的に回るっていう感じですね。回転がかかって。足が上がらなくて困っている人は、今回紹介した練習を意識して取り入れてみてください。もしこの動画が参考になった、面白かったと思えた方は、ぜひチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。メンバーシップに登録をすると、ライブのアーカイブや限定動画、すべて見ることができます。興味がある方はぜひそちらも覗いてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。おっす。